皆さんこんにちは、関野義晴です。グレージャーニをもう一度、今回でちょうど30回目になります。前回は中央アメリカを自転車で駆け抜けました。その間コスタリカでヒメウミガメのアリバーダという20万頭が一斉に上陸するシーン、そして産卵してヒナたちが帰っていくシーン、ガテマラではトドサント死者の死ですね、その死に行われる競馬とかお墓参りの様子を見ていただいたりしました。今回は北米なんですね。やっと北米に北上してきました。で、北米では北米最大のインディアンである、ナバホのところにお邪魔しました。彼らの暮らしぶりとか、あるいはものの考え方、哲学、その映像を見ていただきます。じゃあ映像をどうぞ。関野さん、もう体の方大丈夫ですか？ OK。 完全に感感知走ってないと分かんないから知。だいぶ体力落ちたんじゃないですか？落ちてない。落ちてない。アメリカのアメリカらしいところ、例えばニューヨーク、ハーレムとか、それからロサンゼルスのメキシカンのところとかも行きたかったんですけども、それと比べるともっと自然の中に溶け込んでいる人たちということで、先住民の人たちと暮らしたかったというのがあって、私がアリゾナを再出発地点に選んだ一つの理由は、7月4日の独立記念日をアメリカ先住民最大の居留地ナバホネーションで迎えるためであった。最大の部族はナバホ族。その居留地は北海道ほどの広さがある。人口もおよそ20万人を数える。Yes, come on in. My name is Yoshiharu Sekino. Yes, okay. Sakado, thank you for coming by. But the civilian doctor said no, so I couldn't go. 第二次世界大戦が終わったらその暗号部隊は全部解散したんです。 A lot of them got discharged and they went back to their own living, whatever they did. And for a long time, they could not talk about the code. They won't let them. It was top secret. The only thing is we like our land, what land we have. We want to be left alone, but we'll fight for what we got, you see. That's how it happened. We went into the service. My daddy did that, you know. They won't say that. So at this time, I like to be able to go around each one of you and fan you off. 暗号部隊のことは前から知ってたんですけどね。でも白人がやってきてからの彼らの歴史から見てね、なんでアメリカのために戦争に行ったのかよくわからなかった。自分たちの土地を守るためだってことが今分かったんですけどね。悲惨な歴史から見て、なんかすさんだ生活、あるいはよその人に対して
閉鎖的な面が強いと思ってたんですけども、実際には政府によって消滅させられかけていた伝統文化というのを懸命になって取り戻そうとしている。一方で現実的で前向きな暮らしをしているという印象を受けたんですけどね。中南米の先住民の人と比べてやっぱりアメリカという国にあって近代的な科学技術と自然とうまく調和を図ろうとしているっていう印象を受けた。That's the first time I had my arms around her for quite a while. Probably like New Year, the spoons, man. Bread. Yeah. Mom cooks that for them every, well, most of the. What's the mouth? Ja, gestern. Is eten. Hier gaan je. Kijk, ze is slecht. Not mine. Cookie. Seven go simpiga. Ada keep. Adia. Take you, you're watching. Bless the area, bless the fireplace, bless the stone here, bless everyone that we're here. Let us walk in the breezy way, let us walk in the breezy way, let us walk in the breezy in front of us, let us walk the breezy below us, let's walk. Watch it, right there. 漂うしてか Don and Chindi, the one that we're going to be running, we start off with 31 rocks.いや最後の
水入れた時に蒸気すごいからみんな耐えられなくなってもうタオルかぶったり横になったりしたけど、それまで祈ってたんだけど、でもその瞬間も何が何だか分かんなくなった。ただずっと祈ってていいって言ったんだけど、今回はいつもは自分の旅のこととか家族のこととか自分のことばっかり祈ってたんだけど、今日はフセットバス経験させてくれたお礼に本当にというかナバホの将来とか、それからこの祈ってもらった子供とか、そういうことのためだけに祈ろうとずっと祈ってました。ただ最後の瞬間本当にね、やっぱり普通のサウナより全然暑いんで少年も3ラウンド目で倒れてたし、ただ爽快感はある。関の地へお父さんに会いたいな。これは初めての手紙だね。初めての手紙なんですか？パタゴニア出るでこんな字書けなかったからこの前だから。これは返事を出さないといけないかな多分父親が一番必要な時期にグレートジャーニーをやってることになってると思うんだよね。やっぱり一緒にいた方がいいんだろうとは思うだから本当は半年ぐらいなんていうか半年ぐらい日本でと一緒にいるっていうのが、一番いいと思うんだけども、やっぱりこうのめり込んじゃうとね、やっぱりどうしてもそういう父親の役割っていうのは忘れちゃって、やっぱり旅をしたいっていうのがいろいろ迷うとこだけどね。頭にあったのは、とにかく南東アラスカをカヤックで移動しなきゃいけない。その場合やっぱり9月以降になるとちょっと遅くなってしまう。気象条件が寒さとか風とかそういう面で遅くなってしまうんで、とにかく突っ走ってしまわなきゃいけないと思ってたんですね。Is this point Stone tools that we found at this location. This is part of a ground sloth mandible. This is it's got a spall off here. It's probably been thrown or shot.
毛に注目したのはどうしてですか？ And one can get a lot of different kinds of information from hair. Turns out that we can radiocarbon 14 date hair if we have enough. We need about 10 milligrams, which is about 20 centimeters. And last but not least, ancient hair contains DNA. I'm Tom Gray. Nice to meet you. I work in a bank. Captain of this ship is my party. Oh, I'm sorry. Thanks, okay. That's okay. No problem. Good morning. Good morning. How are you? Good. How are you? And is there anything that you're bringing that you're going to leave in Canada? No, I take. Take everything with you. Okay.何キロぐらいあるの？加藤君調子どう？あ、バッチリです。バッチリ？バッチリ。あ、杉野さん。はい。何積んでるんですか？こう衣類、テント用具、それから後ろにカメラが、これがシュラフとか、このポンプみたいなの。水抜くやつ。ああ。
もそこは同じところでなんか風がね夕方も雨が。INS. And Doug Harmon with Customs. Okay, thank you. Thank you. 映像どうでしたか？なぜナバホに行ったかというと、アメリカで見たいものがたくさんありました。例えばニューヨークのハーレムとか、ロサンゼルスの日系人あるいはシスパニックがいるところとか、あるいは自然保護区。アメリカは自然保護の、先進国なんですけども、ナショナルパークがたくさんあります。そういうところを見て回るとか、やっぱり先住民のところに行きたいと思ったんですね。でその中でも、最大の民族であるナバホ族を選びました。ナバホネーションというのがあって、彼らの居留地ですね、北海道より広いところに約20万人のナバホがいます。そこに行くことになりました。7月4日に彼らのところに到着して、7月4日って何かというとアメリカの独立記念日です。でその日にナバホの人たちはどういう行動をとるんだろうか、縮小するんだろうかっていうのは、実はですね、南米にいた時にある先住民のところ、パタゴニアですけど行った時に、中南米では10月12日が祝日になってるんです。これは何かというと、コロンブスが新大陸にやってきた日なんですね。だからこれはやってきた人たちのお祝いだわけです。でそのために先住民たちはひどい目に遭ったわけです。パタゴニアの一番北部のチロエ島という島の、ウィジチェっていう人たちの大首長がいるんですけども、その人が話題になってて、何かというと、それまではコロンブスがやってきたことを祝ってたんですね、先住民でも。でも私が行った年に話題になってたのは、もうあのバカなお祝いをしないって言ったんですね。だってあの日から資産の目に我々は会ってきたんだ。でそれでどうしたかというと、11日祝日の前の日に、それまで我々は自由だったって言って、お祝いをしようってなったわけです。そういう運動が徐々に起こりつつあったんですけども、じゃあアメリカもアメリカの独立記念日なんて別に独立の恩恵なんか先住民たち受けるわけがないんで、じゃあどうしてんだろうかと見に行きました。そしたらなんとお祝いをしてました。もう大パレードをしてました。その中にちょっと意外な人たちがいました。それが暗号部隊ですね。暗号部隊なんか知らなかったんですね。後で聞いたら、その暗号部隊の人たちは喋っちゃいけなかったっていうんですね。暗号部隊は何かというと、実は太平洋戦争の時にアメリカ軍の暗号はどうやって作ってたかというと、ナバホ語を使ってたんです。そのおかげで日本軍は全然解読できなかった。そして、一番活躍したのは、例えば硫黄島の、日本人玉砕しましたけども、そういう戦いでその暗号が有効に機能したんです。その戦いにまた意外だったんですけども、ナバホの兵隊たちはその暗号部隊で活躍しただけじゃなくて、本当に最前線で本当にものすごい活躍をしました。じゃあそのナバホの人たちは、私が学んできたのはアメリカのインディアンの悲惨な歴史なんですね。その白人たちによってひどい仕打ちを受けてきたのに、なんでそのアメリカのために、国家のために、戦うのかって思ったんですけども、暗号部隊のエリートなんですけども、エヴァンスさん、なんで一生懸命戦ったのって聞いたら、いや自分の大地、このナバホの土地をやっともう獲得したんだ。でこれを守るために戦ったんだ。要するに国家のためじゃなくて、自分の土地を守るために戦ったというんですね。それで少し納得できたんですけども、で、非常に彼らの活躍は称賛されました。でこれがある意味その太平洋戦争中の日系人に似てるなと思ったんですね。というのは、アメリカ人敵国ですから強制収容所に入れられました。1世あるいはその息子の子供たちでも、実は2世は属地主義というか、アメリカは
どこで生まれたかによって国籍が決まるんですね。だから日系2世もアメリカで生まれたらアメリカ人になるわけです。実は従軍するんですね。それでナバホの人たちと同じように日系2世の兵隊たちもものすごい活躍するんです。だってお父さんお母さんって強制収容所に入れられてるんですよ。でそれなのに最前線に出て働いて、なおかつアメリカ人にとって称賛される活躍をするわけです。でそれはなぜかというと、彼らはアメリカ人であるわけです。で親たちも見てやっぱり彼らスパイじゃないかと言われたりするわけですね。そうじゃないんだってことを見せたかったわけですね。それで一生懸命戦ったっていうところがあるわけです。でそういう意味でそれもそのナバホの人たちと暗号部隊の人たちと2世の勇敢に戦った日系2世の兵隊たちと似てるなと思ったわけです。でナバホの土地を歩いてて特に土日歩いて必ず歌と踊り、太鼓の叩く音とそれから人々が歌ってる歌声が聞こえるんですね。で看板が立っててパウアーって書いています。でやっぱり実はアメリカ先住民のところに行った時に非常に悲惨な歴史ばっかり僕は見てきたので、よそ者に対して非常に閉鎖的だと思ってたわけです。それに撮影するんでもすごくうるさいって聞いてたので、なかなかスッと入っていかなかったんですけど、恐る恐るパウアーっていう看板があって入っていったら逆に歓迎されたんです。こっち来いって言って。で本当にむしろ歓迎してくれました。で本当に力強い演奏と歌と踊りが繰り返されてるんですね。実は昔から20世紀の初めにそういう歌も踊りもものすごい子どもたちはボーディングスクールって強制的にアメリカの人が作った学校に入れられて、もうそこの民族の言葉をしゃべると殴られるという歌を歌うと殴られるというそういう寄宿舎生活をしてたんですね。だから長い間禁止されてたんです。自分たちの文化とかあるいは歌踊り含めたアートですね。1980年ぐらいからだんだん回復してくるんですけど、それがあまり自由になってきて、でも年寄りがもう死んじゃってるので、なかなか回復するのは難しかったんですけども、ワウワウを、歌と踊りやってるわけですけども、それは過去の伝統文化を再現する復活するという意味もあるんですけども、もう一つ重要な意味があって、同じ就職するにしてもアメリカ先住民って門戸が狭いんですね。ですから失業力が非常に高いです。でそんな中で麻薬に走ったりとか非行に走っていく青少年も多いので、このパウアーの行事っていうのは若者たちをここに参加させて非行から免れる。だから、ナバホのこのリザベーションは、禁酒です。でそういう非行に走ったりすることがあるので、それにも役に立ってるんです。部族によっては毎週土曜日にソフトボール大会やったりバレーボール大会やったり、そのスポーツで非行を防ぐっていうことをやってるところもあるし、やっぱりナバホはそういう文化によって若者たちを非行から防止しようとする作用もあるんですね。ナバホの中心地というか、キャニオン・デ・シェイってところがあるんですけども、そこは本当に周りが岩で囲まれていて、谷間なんですけども、そこがもともとはナバホの中心地でも、ナバホはもっと北の方の北西の、アメリカ大陸北西部の森林地帯で採集狩猟をしてたんですけど、それが10世紀頃にここにやってきて、そしてメキシコ人に教わったというんですけども、農耕牧畜を始めるんですね。定住生活を始めるんですけども、でそのキャニオン・デ・シェイっていうところが非常に地味のいいところなんですけど、そこでダニエルさんっていう人と出会って、その一家の暮らしぶりを見せてもらいました。スウェットロッジ、ナバホの蒸し風呂ですね、これも見せてもらっただけじゃなくて僕も入らせていただきました。ところがですね、やっぱりテントでやったんですけども、ちょっと簡易的なんですね。実はその後本格的なスウェットロッジに入ることになりました。ナバホのリザベーションの真ん中あたりにナバホカレッジっていうのがあるんですね。
そこでは、いろんな伝統文化とかものづくりとか、あるいは哲学とか文学とかいろんなとこを教えてるところがあります。カレッジって言ってもいわゆる文部省が認めてる大学ではなくて、専門学校みたいなもんですね。でそこで僕もいろんなところを勉強して、特に哲学ですね。ナバホの考え方ってどんなんだろうっていうので哲学の先生に話を聞くことになりました。で終わった後哲学の先生に一番いいのはこういう話を聞くんじゃなくて、自分たちのやってることをいろいろ見てほしいって言って、で一番いいのはスウェットロッジに来ないかって言われたんですね。蒸し風呂かと思ったんですけども、でもこの哲学者の蒸し風呂ってどうなんだろうと思ったので、それで、入らせてもらうことになりました。それで後日行ってみたんですね。そしたら全く違うんですね。ダニエルさんのスウェットロッジとか、要するに土壁でできた、小屋なんです。入り口が小さくて、それで中は真っ暗なんですけど、外で石を焼いて、それを中に入れるわけですけども、それは、ダニエルさんのところと同じなんですけども、行ったらですね、男のスウェットロッジと女のスウェットロッジがあるって言うんですね。一緒に入ることはないって言うんです。なぜかというと、実はすっぱだかになって入るんです、正しくは。ですっぱだかになりました。なおかつですね、ペニスを出してちゃいけないんです。なぜって聞いたら、そのスウェットロッジそのものが母なる子宮だっていうわけです。ですからペニスを見しちゃ失礼だっていうんですね。で、袋をかぶせて先紐で結びつけろって言われました。はいって言って、そうしないといけない。でそれでスパダカで入るんですね。それでみんなで入るわけですけども、哲学の先生も一緒に入りました。哲学者はですね、実はメデシンマンと言われて医者でもあるんですね。で毛布でとか布団で入り口を塞いじゃって中本当に真っ黒になります。その中で哲学者はメデシンマンですけどもチャントマンっても言われてるんですね。歌を歌うんですね。それでどんどん中温度が高くなってきます。本当に暑いんですね。特に水を熱湯に入れる時、それはダニエルさんのスウェットロッジと同じ熱、ものすごい熱が出ます。でもそれだけじゃなくて密閉されてるので二酸化炭素酸欠になってくるんですね。だから朦朧としてきます。その中で出入りはしてもいいけども、歌を歌ってる時は絶対出ないでくれって言われてます。でメデシンマンチャントマンが歌い始めるんですけども、朦朧としてるとなんかね心地いいんですよね。なんかシャン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 ってなんかリズミカルに動いてる感じで、なんかもーっとしてるので、すごくなんか別の世界に行っちゃうような感じがしました。実は1時間ぐらいで外に出るんですけども、外砂地になってて、もう汗まみれになって本当に暑いんで、ですから体中が砂まみれになっちゃうんですけども、ところがそこに心地いい風が吹いてきます。でそうするとどんどん体が乾いてきて、砂がサラサラって落ちていくんですね。で本当に気持ちいいんですね。スウェットロッジの中は辛いんですけど、その風に吹かれてる時の気持ちだって、風って強風は嫌ですけど、微風だと非常に本当に気持ちよかったです。本当のスウェットロッジはこれなんだと思いましたね。先ほどなぜアメリカインディアンの悲惨な歴史があるのに、エヴァンスさんたちは第二次世界大戦勇敢に戦ったのか、最前線に出て必死になって働いたのか不思議だって言ったんですけども、その悲惨な歴史、ナバホの悲惨な歴史についてちょっと話してみたいと思いますけども、ロングウォークっていうのがあります。これは1964年に始まったんですけども、彼らはちょうど、ユタとかコロラド、ニューメキシコ、とかの4州の合流するところを中心に、その近くにさっき言ったキャニオン・デ・シェーってダニエルさんが住んでたところがあるんですけども、実はその辺に住んでたんですけども、彼らが1964年に、ニューメキシコ州ってもうちょっと南東にあるんですけども、500キロ離れたところに強制移住させられるんですね。なんとそれを指示したのは
エイブラハム・リンカーン、民主主義の旗手みたいな大統領なんですけども、で一方ではドロイ解放して、そのヒーローになってるんですが、一方ではインディアンに対しては相当ひどいことを支持してるんですね。その前に焦土作戦って言って彼らの扱いを任されたキッド・カーソンっていう人が実は焼き討ちするんで、焦土作戦、要するに畑とか家まで焼いちゃう、そういうことをやって、もう本当に食料がないような状態で、着るものもないような状態で500キロ離れたところに移動させられる。もうその中には年寄りも子供も含まれているわけですけども、あるその時の州長なんかは我々は本当に麻袋しかなくなっちゃってる、状態で、食べるものもないし着るものもないし、麻袋を羽織って行進して寝る時は麻袋をかぶって寝てるという状態で、その新しい土地に移動していった。で移動していった土地はアパッチというインディアンがいて、実はナバホと仲悪いんですね。常に抗争がありました。アパッチがまず最初にそのナバホが向かったところに収容所に入れられてたんですね。で彼らも後に着いたら、要するに敵対するような民族を一緒にさせて、それもひどいやり方ですよね。行ってその間に200人ぐらいがみんな、というのはその皇帝というのは砂漠なんですね。で高地を取って夜中は結構寒いんです。大した食料もないし、でバタバタと凍え死んだり、あるいは餓死したりしてたんです。ほとんどが200人のほとんどが老人と子供たちなんですね。で、着いたところでも別に彼らは農耕をやろうにしても良くない土地で、何かを育てようとし動物を飼おうとしてもそんな草がいっぱいあるわけじゃなくて、砂漠ですから、移ったところでいい生活ができるわけじゃないわけですね。それが、ロングウォークなんです。で、リンカーンからもうやめて返せっていう、やっと、自分たちの元の特に戻った時は行く時は9,000人いたと言われています。ところがそこでもう2,000人亡くなってたと。たかだか6年ぐらいでやっと戻れたんですけど、そこにいない間にホピとか他のインディアンがもう占拠してたんですね。それが今でも、ホピは今でも住んでるから土地争いとかの内紛の原因になってるんですね。来週は今週プリンスルパートっていう港町から始まった沿岸航路800キロの旅の続きですね。次回はサックスマンっていうところでどうやら歓迎してくれたんですけども、トーテンポールの彫刻家の家にお世話になりました。その後考古学者に会ったり、あとは鮭の遡上産卵をするシーンを見たり、あるいはブラックベアのフォークを見たり、いろんな寄り道をしながら北上してきます。その様子を来週は見ていただきます。で、もし私たちの映像がいいなと思ったらチャンネル登録を、ポチッと押してください。で、もしチャンネル登録を押してしまった人がいたら隣のベルマークをプチッと押してください。これから、沿岸水路のカヤックの旅がずっと続きますので楽しみにしてください。よろしくお願いします。